あ、あ、暗証番号はアガサの誕生日です。おう、帰ったの？盗聴してたの？いや、違うんだ、スイ。クモさんも？出張先から失礼します。いや、今日も外は暑い。隼人いい子にしてる？なかなか筋がいいぞ、坊主。おへそになれる？ピカソな。面白くない。来た。どうも失礼します。お邪魔しまうわー、素敵。全然うちと違う。す。みきちゃん、お久しぶり。うわ、スイパパ。懐かしい。お久しぶりです。綺麗になったね。昔からだけど。やだ、こんな格好で。引っ越しならおじさん手伝ったのに。やめて、ぎっくり腰になるから。あらかた二人のおかげで梱包も済んだんで。どうぞお座りください。メイ、お茶とケーキを。はーい。失礼します。こんにちは。お二人の編集を担当しているクルス・クミです。あ、お仕事中？本当にお邪魔してよかったんですか？スイから聞いて。俺まで。いえいえ、あなたたちは作品の主要キャラクターである方々だ。本来なら幾ばくかの謝礼さえ。ねえ、編集長。じゃあ悪女に書かれた慰謝料も。ああ、ごめん、本当。冗談。美人に書いてくれて嬉しい。一番そこ、おじさん力入れたとこ。お会いする機会はもうないと思いますので、最後にお話を聞かせていただけたらと。私たちの離婚の話は聞いてますよね。スイかユーマからすでに。原因も。ええ、正直不倫とか浮気とかそうした生々しい話は苦手なんですが、少し詳細を。クモさん、やめてください。人は魔が差すものだって何度も言ってたじゃないですか。水木だってこういうことになって。後悔している顔には見えませんから。私が開き直ってるって言いたいの？あ、はい、やめて、二人とも。メイ、隼人に本でも読んであげて。私も聞きたいのに。はい、タチ行こう。はい。うん。私がお店のオーナーと不倫して奥さんからユーマに連絡があって動かぬ証拠を突きつけられた。以上終了。まあ面白おかしく膨らませるのはプロにお任せします。理由が知りたいな。理由？だから自分のお店を出してもらうために。あなたがそれでも嘘をつく理由です。え？嘘？クモン先生。昨日フットサルコートで江田さんと話しました。タワマンを売りに出す。先に出るのはあなたで、買い手がつくまで彼がそこに住むと。それが？通常は思いを振り払おうとする者が先に出る。二人の思い出の家に一人残る方が辛いから。江田さんをまだ愛してる。私そんなに未練がましく見えます？海辺でことさらそのキャプテンを叩いてみせた。江田さんがいるのにそんなことをするのはまさに中二女子。それでもまだ自分にやきもちを焼くのか、彼が気になる。そういえば。まあ、俺じゃねえか。ばっかみたい。雨宮君がシリアスな話をしてるのにこいつがふざけるから。からの江田さんチラ見。してない。わざと浮気してそれを理由に離婚になることをあなたが望んだ。そうなの、水木？どういうこと？さっぱり。父親が嫌いなら年上の男に嫌悪感がある。まあ逆に愛されたかった代替品を探す心理もあるでしょうが、いずれにしろお金のためだなんて無理がある。おそらくは浮気そのものが実はフェイクではないかと。そうだよ。やっぱり信じない。
水木が江田君を裏切るわけがない。でもどうして？江田さんには伝わりません。いいですか？今から彼女が話すことは決して江田君にだけは伝えてはならない。なんかこの人すげえやっぱり。どうやらキャプテンは知っていたようだ。バカ。約束ができなければ彼女は話しません。何怖い怖い。まあでもするわ約束。私ももちろん。水木、つい。どうしてキャプテンにだけ？私たち親友でしょ？一番江田君に話すとしたら君だからだ。どうして私が一番口軽キャラなんですか？私は口が硬いから10年間こもり人で。それ自分で言えるようになったのは感慨深い。お父さん、まずはじめに私がオーナーだと言っていたのはただのお飾り社長で、実質は奥様の方。社長は奥様の命令で私と手をつないだり食事をしたりホテルの部屋まで付き合ってくれた。江田君に電話で怒鳴り込んだのは？奥様が私をとっても可愛がってくれていて、私の気持ちを知って興信所雇った体でそんなことまでしてくれたの。雨宮君の母親といい、成功した女傑の包容力は素晴らしい。でもどうしてそこまでして？確か君は一度聞いたはずだ、江田君から。え？彼は浮気話をする前にどんな愚痴を言っていた？愚痴？雨宮君と3人で会った時。水木は子供がいらないだって。そんな話もしてたのね、やっぱり。私は水木は親のことがあるからって。俺も何度か水木に「大丈夫だよ絶対いいママになるから」って。他人の子供なら可愛くも思える。でも自分のことは自分が一番わかる。私に子供はいらない。無責任に産めない。親になれるタイプの人間じゃないのよ。それは折に触れて何度も言ったけど、江田君には分からない。まだ若いからバリバリ働きたいからだと勘違いしてる。いずれ考えは変わるだろうって。そういうことじゃないのに。ケントに話しても多分男の人には理解してもらえない。まあ本質的な問題よね。子供が欲しい欲しくない夫婦。どっちかが諦めるしかない。そんなの不幸でしょ。だから彼のためにあなたが悪者になった。そんなのってないよ。だって好きなんでしょ？まだ愛してるんでしょ、江田君のこと。私が彼にきちんと水木の思いを。一番言いかねないと言ったはずですね。でもこんなのって水木が。念を押すわ。彼にだけは話さないで。水木。君が話しても堂々巡りになります。そこまで嫌なら子供はいらないと江田君が言い出し、彼女は無理をさせていると苦しみ始める。江田君も口には出さなくなるが、いつか後悔が頭をよぎる時が来る。それでも愛し合ってる2人なら。乗り越えられない。つい私も気づくべきだったのよ、彼の子供好きを。本
当に子供が大好きで、いつか自分の息子とサッカーをする、それが夢なのよ。パートナーの夢を奪う愛なんて存在するの？言わない。絶対。さて当然この話は物語に書けない。江田さんが読むかもしれないので。もちろんいいエピソードだけど、あなたは悪女のままです。悪女。上等。上等。まだいらしたんですか。なんか水木と江田君のこと考えると。そうな、なんか脱力しちゃう。どうにもならないこと知ると。くもんちゃんお腹空いたって。ウーバー頼んでいい？もちろん。やったね、ウバ。私はおばウバ。おばウバ。おばウバ。ウバ。子供か。しかし公文さん、物語に書けないのにどうしてあそこまで解説してくれたんですか？それは私のためですよね。え？親友の水木の潔白を私のために証明してくれたんですよね。なぜ私がそんな面倒なことしなきゃならない。単なる頭の体操です。公文さんはそうでも、私に疑似恋愛してくれてる三島公平さんがフォローしてくれたんです。ありがとう、閉じ込められてる三島さん。聞こえますか？そう思いたければ思えばいい。なるほどな。全ては水のためですか。水の信じたくないという思いに応えた。かっけえ、三島公平かっけえ。公文さんどうです？この際疑似とか言わずに2人付き合っちゃえば。いや、そういうつもりで言った。あなただって恋人の1人や2人いたっておかしくないんだし。2人はおかしいでしょ。そうだね、言葉のあや。私は完全に飼い猫認定だにゃ。にゃ。そう確かに2人はおかしいね。つまり私にはすでに恋人がいるという意味です。くもんちゃん私のことワンちゃん。お前は猫だにゃ。にゃ。ああ、また妄想の彼女がいるとかなんとか。現実に存在する。見たことも聞いたこともないしよ。この人。パジャマって病院ですか？長患いしています。私は時々つぼみ、彼女の見舞いに。つぼみさん。嘘、知らなかった。知ってるのは編集長だけかな。私が多忙の時は着替えなど補充してもらってるんで。長患いってどこがお悪いんですか？まあそれは個人情報なので。ただおかげさまで回復基調にあります。どっかの適当な画像じゃ。はあ？また来るよ。大丈夫。僕が見守っているからね。公文さんの声だ。彼女さん本当にいたんですね。はい。なんで？水。何か思わせぶりな態度で勘違いさせてしまったのなら謝ります。勘違い？理論的にもクリエイターの疑似恋愛など期間限定です。また新たな物語が始まれば私も三島公平も
次のヒロインに感情移入する。あ、そうですか。スイコバウーバーな。遅い。スイ少々お待ちください。ずいぶん応対が違うな前と。所詮売れてなんぼか。黒目先生、これ出張先のお土産です。どうぞ。どうも。連絡くだされば私の方から参りましたのに、わざわざ社まで。で今日いるんじゃないですか。はい。公文さんに恋人見せられましたよ。病室。ああ、つぼみさんですか。つぼみさんだか椿さんだか忘れましたよ。知ってるんなら教えてくださいよ。女子的恥じらいに2票とか人が悪い。あああじゃない。連載やめますよ。あ、そんな。いやこれは冗談。一度こっちから言ってみたかった。また今後10年子守人になったらどうしてくれるんですか。つぼみさんは妹です。三島公平さんの。え。三島つぼみ。血のつながらない。ほら少女漫画あるあるの再婚同士の連れ子的な王道。本当の妹さんです。それならどうして恋人だなんて公文さんは。公文龍炎にとっては恋人なんです。またややこしいこと言って。三島さんのお父さんは亡くなられて、中学3年の時お母さんは再婚されたようです。まあ表向き反発したわけではないでしょうが、兄である浩平さんは高校から全寮制に。まだ小学生だった妹のつぼみさんと連絡を取り合ってはいたらしいんですが、まあ大学で一人暮らしを始めてからはメールを時々するぐらいで、まさか中学から不登校になったとは知らなかったようです。妹さんも子守人に。寄りつかなかった家に虫が知らせたのか、久しぶりに戻った時に事件が起きたそうです。ただいま。事件。お母さんと再婚相手も。2人とも一命は取り留めましたが、つぼみさんは医療少年院。何か直接の原因が。さあ、それは三島さんも詳しくは聞いていないようです。自分が妹を半ば放置したと罪悪感が強かったからか、あるいは聞くに耐えないことが。つぼみさんはその後も自傷行為を繰り返し精神不明。三島さんはその頃からつぼみさんをモチーフにしたラノベ小説を書き始めました。物書きの業ですね。不思議なことにヒット作を連発するようになります。かわいそうな妹を冷徹な目で物語に組み込み、やがて次々アニメ化、空前のブームを。編集長がおっしゃってた、それが悪魔と取引。公文龍炎の誕生です。死にたがる彼女を1000回救う。はい、それもまさにつぼみさんのことです。公文さんはつぼみさんにある時、催眠療法で辛い過去を消去させました。オレンジのウィッグで別のキャラを埋め込んだんです。それがアガサ。
だけどそんなことを。公文先生がどれだけあの病院に寄付金を出していると。2次元から3次元、リアルなヒロインになったスイちゃん。私は孤独でストイックな公文さんがもしかしたら恋をと。すいません。拒絶したのは取引違反だと感じたからですね。成功と引き換えに私生活での幸せを望んではいけない。いや、望んだとしてもうまくいかないだろうという強迫観念のように。クリエイターにとって何が幸せかって難しいですけど。思わせぶりな態度で勘違いさせてしまったのなら謝ります。勘違い。まあ遊ばれたり貢がされたりしたわけじゃないからいいよね。ただいま。一人で昼飲みしてたの？お父さん。暗証番号はアガサの誕生日です。おう、帰ったの？盗聴してたの？いや違うんだ、スイ。公文さんも？むしろ公文さんだよね、私の行動と会話。最初から。だからあんなリアルに。いや登場キャラとの会話を時々、スイ単体の時はない。無論トイレは聞かない。最低限のエチケットを守って。犯罪でしょ。どんなエチケット？お父さんだって最初はそうだけど、取材協力の約束をお前がフィギュアもらったほらプレミア限定の高いやつ。ひどい。私のことみんなして笑ってバカにしてたんだ。昼間からお酒のつまみ？バカになんかしてない。笑ってもたまにしか。世界で一番大嫌い。スイ世界で一番ミステイク。すいませんでした。あれで惹かれたら誰のせいだっちゃうの。一人焼肉デビューする前に死ぬとこだった。